マッチーズワールドへようこそ。今回は先日取り付けた端子台を使って50プリウスにドライブレコーダーを取り付けていきたいと思います。ドライブレコーダーは各社から様々なモデルが販売されていますが、その中でも信頼性に定評があり、欲しい機能が網羅されていたコムテックの ZDR035 を購入しました。ちなみにこちらの商品は Amazon でも人気のドライブレコーダーになっています。特徴はいくつかあるのですが、まずはフロントカメラだけでなく、リアカメラにも夜間撮影に強い CMOS センサーであるソニーのスタービスを搭載している点が挙げられます。50プリウスのリアウィンドウはスモークガラスになっているので、夜間撮影に強い CMOS センサーは相性がいいと思います。続いての特徴は、前後ともに対角168度の超広角レンズを採用していることです。これにより幅広い範囲の撮影が可能になっています。他にも後続車の異常接近を検知してブザーで知らせたり、録画データを専用フォルダに保存することも可能になっています。悪質な煽り運転には会いたくないですが、こうした機能があるのはいいですね。続いての特徴は駐車監視機能です。最長24時間の長時間録画や衝撃クイック録画など、使い方に合わせて選べる多くのモードが搭載されています。ただし、これらの機能を使うためにはオプションの HDR-OP14 という駐車監視コードを取り付ける必要があるので注意が必要です。それ以外の特徴として、内蔵している電源にスーパーキャパシターが使われている点が挙げられます。万が一事故に遭ってしまった時に肝心の映像が記録できていないというのはドラレコにとって最悪のトラブルなので、スーパーキャパシターによる確実な動作に期待しています。それでは箱を開けて中身を見ていきます。底の部分に取扱説明書が入っていました。取り付けの前にこちらを一通り確認しておきたいと思います。こちらはシガープラグコードになります。僕は前回の動画で取り付けた端子台から電源を取るので、こちらは使いません。続いて、前後のカメラを接続するためのケーブルになります。配線が比較的細めなのがいいですね。また、L 字プラグが使われているのもすっきりと取り付けられるので好印象です。ちなみに L 字プラグだと8ゲートの蛇腹ダクトを通すのが難しいという意見があるのですが、ちょっとしたコツを使えば意外に簡単なので、後ほど作業のシーンで解説します。次はフロントカメラです。カメラの画素数は200万画素で HDR と WDR に対応しています。また、液晶の大きさは 2.7 インチとなっています。こちらはリアカメラです。プリウスのリアウィンドウは上下2段になっているので、バックミラーの視界に影響しないように下段のヘッドレストで隠れる位置に取り付けていきたいと思います。あとはダッシュクリーナーへ両面テープが入っていました。毎度思うのですが、前後にカメラのモデルにはダッシュクリーナーを2枚付けてほしいなと思います。最後は別途購入した HDR-OP14 というオプションの駐車監視コードになります。端子台を作成して常時電源を取れるようにしてあるので、全ての機能を活かしていきたいと思います。それでは取り付けを行っていきます。いきなり内装をばらし始めるのではなく、まずは動作の確認を行います。初期不良の可能性もゼロではありませんし、取り付けた後だと動作不良の原因究明が難しくなるためです。まずは配線を接続していきます。ちなみにエレクトロタップは接触不良や粗線切れの原因になるので、僕は一切使いません。駐車監視コードを端子台に接続するために、配線の先にギボシ端子を取り付けます。この配線はかなり細いので、被覆を 10mm ほど剥いでから粗線を折り返してかしめます。ギボシ端子をかしめる工具として、今回新たにマーベルの M300A という圧着工具を購入しました。ダイスが歪んでいるロブテックスの FK1 からの買い替えですが、ダイス周りの精度は高そうな印象です。新品なので開閉が少し硬いですが、とても綺麗にかしめることができました。
何度作業を行っても完璧にかしめることができるので、使っていて気分がいいですね。続いて端子をハンダ付けしていきます。細めの配線ですが、ギボシの抜けや接触不良を防止することで、ドライブレコーダーの動作をより確実にしていきます。あとは外側の爪をかしめてスリーブをかぶせたら、端子の作成は終了です。ダッシュボード横のパネルを開けて、先日作成した端子台に駐車監視コードを接続していきます。正常に動作することを確認できたので、説明書に従ってフロント側から取り付けていきます。まずはフロントカメラの位置を決めていくのですが、道路運送車両の保安基準によってフロントガラスの上部から 20% 以内の範囲、もしくはルームミラーの裏側と定められているので、地デジアンテナや ADAS 関係の部品に干渉せず、なおかつ運転席からの使い勝手を考えて慎重に一決めを行いました。なお、最終的な取り付け状態については動画の最後にお伝えしたいと思います。次に配線を引き回していくのですが、ドライブレコーダーの配線が無造作にルーフライニングに伸びている取り付けは好きではないので、できるだけスマートな取り回しを目指します。今回はすぐ右側にあるセンサーの配線カバーに引き込むことにしました。配線カバーを加工していきます。この部品は助手席からよく見えるので、近くで見ても粗が目立たないように丁寧に加工していきます。まずはアートナイフで大まかに削ってからヤスリで形を整えていきます。最終的にこのような形状になりました。45度の角度で配線を入れた時にジャストフィットするようにしています。次に A ピラーカバーを外すので内装剥がしを準備します。カーテンシールドエアバッグ付きの A ピラーカバーは特殊なクリップで留まっているので、上下2箇所の突起を同時に押して外します。道具があれば比較的簡単ですが、素手ではできない作業なので、車の DIY をされる方は内装剥がしのセットを持っておくことをお勧めします。続いて A ピラーまでの配線を日東のアセテートテープでまとめてからルーフライニングの隙間に入れていきます。センサーの配線カバーを取り付けて順に作業を終わらせていきます。配線を結束バンドとアセテートテープで固定しながら A ピラー内部に通していきます。ちなみにアセテートテープは布を機材に使用した粘着テープになります。またビニールテープよりも粘着剤が熱に強いため、夏場高温になる部分にも安心して使うことができますし、丈夫なのに手で切ることもできて作業性がいいので気に入って使っています。次にグローブボックスを取り外します。ダッシュボード内に配線を引き込むので、まずはマスキングテープで駐車監視コードとリアカメラの配線をひとまとめにします。大きめの結束バンドを通線ガイドとして使用して、良さそうな経路で配線を引き込んでいきます。途中で配線の被覆が鉄板のエッジに触れている箇所があるので、スパイラルチューブで保護します。端子台までの通線経路と余った配線の固定場所を考えつつ、駐車監視コードのガラス管ヒューズをまとめていきます。ちなみに工具なしでもガラス管ヒューズを変えられるように、ヒューズ付近の配線は
結束バンドではなくビニール帯で留めていきます。グローブボックスの開閉に干渉しない位置にまとめた配線を固定していきます。駐車監視コードを端子台に接続していきます。常時電源、アクセサリー電源、アースの3本になります。ダッシュボード横のパネルと A ピラーカバーを戻していきます。特殊クリップを押し込んで固定します。こちらも素手ではできない作業ですね。次に助手席のスカーフプレートを取り外します。続いてカウルサイドトリムを外します。リアカメラの端子が傷つかないようにマスキングテープで保護します。途中についているプラスチックの配線止めも活用しながらリアカメラの配線を引き回していきます。続いてリアのスカーフプレートを取り外します。僕は事前に整備要領書でクリップや爪を確認してからパーツを外しているのですが、金属のクリップだけはある程度力ずくで取るしかないようですね。リアシート横から C ピラーにかけてもパネルを完全に外すのは大変なので、隙間を作って配線を固定しながら引き回していきます。この時点で助手席周りのパネルを戻していきます。作業が終わった部分を順次戻していくことで、一度に取り外している部品を少なくできますし、ネジやクリップの入れ替わりや紛失も防止することができます。今回は比較的簡単な作業ですが、手順の多い作業ほどヒューマンエラーの防止効果が高いと感じます。リアシート周りの作業に戻ります。パネルの隙間から配線を固定しながら C ピラーのところまで引き回していきます。この辺りは作業性が悪いですが、振動で配線から異音が出るとリアシートに乗っている人の耳に届きやすいので、狭い間隔でしっかりと固定していきます。続いてリアハッチ周りの作業を行います。最初にリアカメラの取り付け位置を決めるので、リアハッチの開口幅を狭めて作業性を良くします。まずはカメラを取り付ける下側ガラスの中心位置を割り出します。カメラを中心からずれた位置に取り付けてしまうと、外から見た時にエンブレムやルーフアンテナといった部品とのズレですぐに分かってしまうので、丁寧に作業を行います。取り付け予定の位置からどのような映像が撮れるのかを確認します。特に問題なさそうなので、さらに取り付け位置を詰めていきます。リアカメラのマウントにマスキングテープを貼って中心位置をマーキングします。続いて内装パネルに配線が入る位置をマーキングします。ここは取り付けのクオリティに直結する部分なので、慎重に位置出しを行います。次にリアハッチの内装パネルを外していきます。パネルを外す順序は決まっているので、順番に作業を進めていきます。大きなパネルはクリップが多く、
取り外しには力がいるので、慎重かつ大胆に作業する必要があります。続いて C ピラーまで来ている配線を蛇腹ダクトに通していきます。まずはゴムの部分を外してから、小さなマイナスドライバーでプラスチックパーツの爪2箇所を外します。反対側も同じようにゴムの部分を外してから爪2箇所を外します。天井のクリップを1個取ったら C ピラーとルーフライニングを浮かせて隙間を作ります。続いて大きめのインシュロックを通線ガイドとして通しておきます。リアカメラの配線を C ピラー内で固定してからインシュロックとカメラの配線をマスキングテープでまとめます。インシュロックを引いて配線を白いプラスチックパーツまで通した状態にします。蛇腹ダクトに配線を通す前にパーツクリーナーのプラスチックセーフをダクト内に吹いておきます。これにより一時的に蛇腹ダクト内のグリップが大幅に低下するので L 字のプラグも簡単に通すことができるようになります。ちなみにプラスチックセーフではないパーツクリーナーやオイルスプレーは樹脂パーツや配線の被覆を犯して後々問題が出る可能性があるので注意が必要です。蛇腹ダクトを通したら配線をリアハッチに入れていきます。プラスチックパーツに蛇腹ダクトのゴムをセットしてから順に取り付けていきます。配線が鉄板のエッジに触れている部分があるのでコルゲートチューブを取り付けます。この部分だけは純正の配線に固定できないので内装パネルで隠れる位置にアセテートテープで貼り付けていきます。ここから先は再び純正配線に固定しながら引き回していきます。リアハッチ内もイオンが出ると気になる部分なので狭い間隔でしっかりと固定していきます。続いてリアカメラの配線をきれいに処理するために内装パネルを加工していきます。切り欠きの幅と長さを最小限にしつつ配線がパネルに入る角度を考慮して微調整を繰り返しました。若干ですが鉄板のエッジに配線が触れてしまうのでアセテートテープを二重に貼り付けておきます。この時点で必要な配線長が確定したので余った分をまとめていきます。ダッシュクリーナーでガラスを拭いてリアカメラを取り付けていきます。カメラマウントをガラスにしっかり押し付けたいので一旦カメラを外します。慎重にマーキング位置を合わせて貼り付けます。写真はマーキング位置が見えるように斜めから撮っていますが完璧に位置を合わせて貼り付けることができました。位置合わせのマスキングテープを剥がしてリアカメラを取り付けます。続いてリアハッチの内装を戻していきます。取り外した時とは逆の順序になるので間違えないように作業します。ルーフライニングのクリップと C ピラーのクリップを戻していきます。リアシート横のパネルとウェザーストリップを戻していきます。リアのスカフプレートを取り付けます。これで全ての取り付け作業は終了です。
後日、改めて取り付け状態を確認してみました。フロントカメラは運転席から見ると操作ボタンは全て目視可能で、画面はミラーの裏に隠れているという絶妙な位置を狙って取り付けました。一方、正面からは画面を全て見ることが可能です。また、配線周りの加工も納得のいくクオリティに仕上げることができました。続いてはリアカメラの様子です。写真ではトランク内に明るい色の箱を入れているのですが、外からほとんど取り付けていることがわかりません。車内からの見た目はこのようになっています。こちらも配線周りの加工は納得のいくクオリティに仕上げることができました。少し手間はかかりますが、自分のこだわりを追求できるのが DIY の醍醐味ですね。バックミラーの視界はこのようになっています。狙い通りヘッドレストに隠れる位置に取り付けることができたので、ミラーの視界は全く犠牲になっていません。今回は現代の車には必須と言っても過言ではないドライブレコーダーを納得のいくクオリティで取り付けることができました。今後もいろいろな動画を出していきたいと思っていますので、高評価やチャンネル登録で応援してもらえるととても嬉しいです。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。